心が疲れた。しばらくは一人の時間がたくさん欲しい。妻からそう言われた彼は勤めている会社の近くにウィークリーマンションを借り、平日はそこに泊まることにした。実際彼も自宅から会社に通うのは遠すぎて、その方が自分も楽だと思っていた。しかしその生活が2ヶ月経った頃から、週末に帰宅すると家の様子がおかしいことに気がつく。はいどうも、キユーです。今回浮気調査で見た不倫妻のお話はですね、私の一番嫌いなパターンの不倫だったんですよね。その理由は動画の最後にお伝えするとして、まずは最後まで全部聞いていただければなと存じます。気に入っていただけたらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではこの話は依頼者様は30代後半の男性で、大企業に勤めていて、役職があるっていう方ですね。調査対象者、浮気調査の対象者はもちろんその方の奥さんで、30代半ばの専業主婦で、結婚9年目で小学生のお子さんが2人いらっしゃるんですよね。で、浮気調査を依頼しようと思ったきっかけは、オープニングでも少し話しましたが、奥さんがね、一人になりたい、とにかく一人の時間が欲しいって言ってきたそうなんですよ。ということで、依頼者さんはね、会社の近くにウィークリーマンションを借りることになるんですが、子供がどうしたかっていうと、毎週末ですね、自宅近くに奥さんの実家があるんで、その実家にね、学校が終わったら、金曜日の学校が終わったら、ご実家の方にね、そのまま直接子供たちだけで、帰宅するということで、奥さんが一人になれる時間を作ったそうなんですね。それでそんな生活が2ヶ月ほど続いたある土曜日の朝ですね、依頼者さんが帰宅するとですね、流し台にですね、依頼者さんが買ったワインボトル、空なんですけど、それと流し台に2つのワイングラスが置いてあったそうなんですよ。で、昨日の夜は奥さんが一人のはずだし、たとえ子供がちょこっと帰ってきたとしてもワイングラスは使わないだろうと思ってピンときたそうなんですよね。で、おかしいと思った依頼者さんはすぐにね、寝室を確かめたんですよ。寝室を。そしたらゴミ箱にティッシュがたくさんあったみたいなんですよ。で、そのなんていうか、あの行為の後のティッシュ、その行為の後のようなティッシュがね、たくさんあって、でそれをなぜか未だにそのティッシュをジップロックに入れて取っといてあるって言ってるんですけど、 DNA 鑑定するとかなんか言ってましたけど、あんまり意味ないので、皆さんはそういうものを見てもですね、取っとこうとはしないで、写真撮っとけば大丈夫なんで、そこまでしなくて大丈夫です。はい。でね、絶対それで浮気だと思って、そう思ってからはね、なんかいろいろ思い当たることが出てきたみたいなんですよね。例えば土曜日に何時に帰ってくるのかとしつこく聞く。土曜日の朝に帰ってくるんですよ。本当はね、金曜日の夜から帰る時もあったんですけど、それはやめてほしいということで、金曜日の夜に帰る時は奥さんにね、相談しなきゃいけないっていうことになってたらしいんですよ。でね、毎回ワインを買ってきてくれって言うんですけど、そのワインを夫婦で楽しむことはないそうなんですよね。で、奥さん自宅にいる時とか映画とか全く見るタイプじゃなかったのに、なぜかね、急に動画サイトってあるじゃないですか。そういったものを新しく契約してくれというふうに頼まれたりと、いろいろね、こう自宅で一人で楽しむって言ってたんだけど、そのワイングラスとそのティッシュを見ちゃったから、これ全部男と楽しむためなんじゃねえかとこう疑ってるわけなんですよね。それで探偵に依頼すれば必ず浮気の証拠が取れるはずだということで、キーウの探偵事務所をネットで見つけて、電話したということなんですって。ただ依頼者さんは浮気相手の心当たりが何もなくて、こちらが行える浮気調査としては奥さんを見張るっていうことしかできないんですよね。自宅連れ込み型の不倫ということなので、金曜日に的を絞って自宅に来る男がいるかを確認するという調査をご提案したんですよ。そしたら依頼者さんはそれで大丈夫だ、とにかく金曜日の午前中からですね、夜にかけて自宅を見張って、男がね来たのなら何時間滞在するのかで、男が出てきたら尾行してどこのドイツか判明させる。男の帰宅する家だったり、朝帰るんだったら出勤するね、職場だったりを判明させるっていうことで2日間のご契約を取ったんですよね。
それで調査を開始したんですけど、そのご自宅って、住宅街にあってとっても静かな場所なんですよ。私たちはもう本当に運がいいことに、その自宅、奥さんの自宅の目の前がですね、大きいコインパーキングで、そこに入れるとですね、ご自宅の玄関が目の前で見れるんですね。しかもコインパーキングの中に車入れられますから、調査員2人いるんですけど、それを交代でこう玄関の方を見張れるというね、僕らにとっては良かったんですよね。でもね、朝から特に何にも動きがなくて、で家にいるのかも不安になって、ちょっとお昼過ぎぐらいに自宅の周辺をちょろっと見たら、朝にはなかった洗濯物が出てたんで、この自宅の中にいることは間違いないだろうということでずっと見張ってたんですよ。そしたら16時ぐらいに車でね、スーパーに行ったんですね。だけどもそれだけでもう買い物終わったら17時前にはもうご自宅に戻られて、また何にも動きがないと。こちら探偵からするとですね、ちょっとボケーっと玄関だけをもうずっと凝視してずっと待ってるっていう時間だったんですよね。耐えるだけの時間って感じですね。で、夜も21時ぐらいになったぐらいかな、あれ遅いな、今日来ないのかなってちょっと思ってたら、ちょっとね、ご自宅から離れた場所、コインパーキングからギリギリ見通せる道があるんですけど、その奥の方からですね、フードをかぶった男性が一人で歩いてくるんですよ。フードをかぶる、雨でもないし、フードをかぶってるのなんかちょっとおかしいなと思ってピンときたんで、その人にこうカメラをね構えて録画ボタンを押してでじーっと撮ってたんですよ。そしたらね、その男がですね、依頼者様のご自宅、対象者の自宅の前で止まってチャイムを押したんですよね。そしたらね、エプロン姿の奥さんがね、笑顔で出迎えてきて、男をね自宅の中にね連れ込んだんですよね。エプロン姿ですからね。この男のためにスーパーで買った食材をこの男が来るタイミングに合わせて料理を始めたんでしょうね。こういう細かなところはね、依頼者さんは傷つきますからね、見たくはないでしょうけど報告書には書いちゃうんですね。見た事実をそのまま伝えなきゃいけませんので。で、その男はですね、なんと朝の8時半までね、そこから出てこなかったんですよ。つまり依頼者さんの自宅でもあるじゃないですか。そうであるにもかかわらず、大胆にも旦那さんがいるという帰ってくるかもしれない家ですね、お泊まり不倫をしたんですね。ちなみに依頼者さんから調査の途中ですね、11時半ぐらいかな、メールで連絡があって、妻に明日は何時に帰宅するのかと聞かれましたと。で、何時と答えればいいですかってメールが私に来たんで、いつも通り土曜日の朝帰るっておっしゃってたんで、いつも通りの時間でいいですよって答えたんですよ。そしたら9時ということになったんですね。だから午前中の9時に旦那さんがご自宅に帰る予定だということなんですよ。つまりこの男もそうなんですけど、奥さんもですね、旦那さんが帰ってくる30分前まで自宅でイチャイチャしとったってことなんですよね。かなり大胆な不倫ですね。ご主人が帰宅する30分前までいたんですから、すごいですよね。これね、実はね、かなり旦那さん、依頼者さんですね、これは奥さんに舐められてますね。不倫相手にも舐められてるっていう証拠なんですよね、こういったもの。そういったいろいろこの不倫してる人が旦那さん、奥さん、パートナーのことを舐めてるっていういくつかのですね、状況証拠みたいなのあるんで、いつかそういうのをまとめた動画も作ろうと思ってますんで、話それちゃいましたね。で、その男が出てきて、その出てきた時に入る時と同じでこうフードをかぶっちゃってて、でマスクしちゃってるじゃないですか今もう。なので全く顔が見えないんですよね。だから顔をこうやってズームで撮ってるんだけど、玄関からこれで誰かって分かるような写真かどうか微妙だったんですよね。だから尾行してってね、どっかでマスクだったりフードだったり撮ってくれればいいなと思いながら尾行してたんですけど、自宅からね50メートルぐらい離れてる場所に公園があって、そこにバイクが止めてあったんですよ、その男のね。それに乗られちゃって、もう尾行不能になっちゃったんですよね。こっちは車は構えてて、で徒歩の人間追ってるじゃないですか。車の方はですね、
バス停とかタクシーとか乗ったらすぐ追えるようにはやってたんですけど、ちょっと一通の道とか多いじゃないですか、住宅街って。だからね、全然その車がうまく追えなくて、バイクに乗られて、しかもバイクは車で追えないんですよね、長い距離ね。で尾行不能になっちゃったんですけど、その時にやっぱ車種と色とね、ナンバーだけはですね、ちゃんとカメラに記録したんですよね。で後日依頼者さんにね、電話で最初の調査がどうだったかを説明したんですよ、今みたいに。そしたら依頼者さんがバイクと聞いて一人心当たりがあるって言い出したんですよ。その心当たりのある男を先に調査してくれって言われたんですよね。それでちょっとどういう話かっていうことを詳しく聞いたんですよ。そしたらなんと依頼者さんがもう5年以上通っている、マッサージ店っていうのがあるんだそうです。そこに半年前初めてね、奥さんを連れてったそうなんですよ。そしたら奥さんもそのマッサージ店が気に入って依頼者さんと一緒じゃなくても行くようになったと。で自分の気に入っているお店も奥さんも気に入ってくれてよかったと思っていたそうなんですが、しかし私がこういうバイクを見たってその依頼者さんに伝えたら、その店長さんがね、そのお店の店長さんが通勤で使っているバイクの特徴に一致すると。そのバイクでお店に通ってるんですが、ただ駐輪場はお店にないため近くにバイクを止めているというその世間話はね、どうやらしたことがあるそうなんですよ、その店長と。バイクはこういうの乗ってて色はこれで近くの駐輪場に止めている、お店の近くのねっていう情報があって、でピンときたって言ってたんですよね。でだからこっちは止めてる場所が分かんないんだったら、そのお店から店長が出てきてちょっと尾行して、その店長が乗るバイクを写真撮れば、その男かどうかっていうことが判明するっていうことなんで、簡単だろうなと思って、大丈夫ですよ、じゃあやっときますって言って受けたんですよね。でそのマッサージ店の前で待ってて、で店長の写真はねホームページに載ってたんですよね。だから出てきたらすぐ分かる。今回フードはかぶってないでしょうからね。でその店長が出てきて、でちょっとついていったらですね、近くのねパチンコ屋さんの駐輪場にね、入っていったんですよね。でそのバイクが出てきて、で車種同じだ、色同じだって言ってナンバー取ったら同じだったっていうことなんですよね。だからその店長が奥さんの不倫相手だったんですよ。それを依頼者さんに伝えたら我慢できなくなっちゃったみたいで、奥さんがね店長朝ね、奥さんが店長を朝自宅から玄関を開けて見送るところを見てしまったって言っちゃったんですよね。これはね、私との契約違反なんですよ。調査が完了するまでは依頼者さんは探偵から知り得た事実を、いかなる方法をもっても対象者はもちろん第三者に伝えてはいけないと。伝えてしまった場合、残りの調査もしなければ、料金も全額いただきますよというご契約になっているので、そこで調査が終わっちゃったんですよね。でしばらく待ってたんですけど、料金の支払いがなかなかなくてですね、こういう事情だからね、多少遅れてもねこっちも全然せかすことはないんですけど、3週間ぐらい遅れたんで、ちょっと電話しようかなと思って電話して、これ以上遅れるとちょっとごめんなさい、請求がちょっと強くなっちゃいますって言ったら、すぐに明日払うって言ってくれたんですけど、でその時にどうですかその後と聞いたんですよね。お話を少し聞きました。そしたらですね、妻は謝ってはいましたが、反省しているようには見えないと。で私も今は自宅から会社に通っていると。で男の方の制裁は弁護士に頼んで慰謝料請求をしているところで、200万円の請求をしていると。別にねお金欲しいわけじゃないんですよね。ただただね、信じてた、気に入ってたお店の店長、信じてた人2人に同時に裏切られて、すごい悔しいのと悲しいので、今ちょっと自分がどんな状態なのか自分でもよくわからないんですって言ってましたね。悔しいと言ってましたね。私ね、これなんでこの不倫が嫌いかっていうと、いろんな人に迷惑かけるじゃないですか。この不倫相手の男のね、
お客さんの奥さんに手を出したわけで、そしたらこう自分たちだけで責任取れる問題じゃなくなってくるんですよね。もちろんお店のお客さんになるまではその宣伝広告費もね、お店のオーナーとか従業員さんの接客とかでね、そういうのがあってやっと一人のお客さんが常連になってくれるわけじゃないですか。でこの常連さんをみすみす逃すような業務以外でですね、そういう裏切り行為をやって、またお店の看板も汚しますよね。口コミに書かれたらもうとんでもないことになると思うんで、今の時代ね。でオーナーとかにも迷惑かけるし、従業員とかにも迷惑かけると。なんでそんな簡単なことを考えも及ばず、自分の欲望のまんまにこう人を裏切ることができるんだということが、僕がすごいイライラするポイントなんですよね。だから一歩奥、2歩奥、3歩奥ぐらいまで人のことを考えたり、こういうことをするとどういうふうになってしまうか、どれだけの人に迷惑かけるかって少しでも考える力があれば、こんな不倫には絶対ならないはずなんですよ。これは奥さんもそうだし、不倫妻である奥さんもそうだし、この不倫相手である男はもっとそうということで、僕がもう一番気に食わないタイプの不倫相手だったんですよ。そういう話で今日は、終わりになります。僕もね、実はちょっとすっきりするようなね、スカッとするようなね、不倫の話をしたいなと思ってるんですけど、現実はそういうわけにもいかなくて、現実はドロッとして、被害者さんが泣き寝入りするしかないみたいなパターンの方が多いんですよね。現実で僕が完全勝利だな、これ被害者さんの完全勝利だなと思ったことはまだ一度もないんですよね、10年以上やってて。なのでこういう風にすっきりしない終わり方だし、ちょっと聞いてる人は怒りを感じる人も多分いると思うんですけども、現実はそういう風なことで、悲しみをこらえて日々生きていて、笑顔を作って頑張って働いてらっしゃるサレさんたちはたくさんいるということだけは覚えておいていただければなと思います。だからむやみやたらにね、最近奥さんどうとか家族どうとかあんまりね、飲みの席で聞いたりしない方がいいですよ。いつどこで傷ついてるか人はわからないもんなんでね。では、この動画が楽しいな、少し参考になった、興味深かったって思った人はグッドボタンとチャンネル登録だけは忘れずにしていってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。